あのーあなたも毎日 AI を使っているかもしれませんが、その裏でどれほどの巨大インフラが動いているかって、想像したことありますか？そうですね。今回の深掘りでは、コアウィーブの2026年度第一四半期決算を取り上げます。はい。この決算から AI が実験から実需へと移行した決定的な証拠を紐解くのが今日のミッションです。AI 関連株持続可能性を読み解く上で、避けては通れない資料です。というか、この資料を見たとき、私、心底驚いたんですよ。ほう、どのあたりにですか？だってコアウィームって名前からして小麦のコア、つまりコアですよね。それを編み込んだウィーブ。はい。絶対高級パスタ店だと思ったんです。最近みんな外食費にお金かけすぎじゃないですか。いくらなんでもパスタ屋がこんなに急成長するなんて世の中どうなってるのって。いや、GPU クラウドの企業です。パスタ関係ないんですか？でも、高級パスタのように世界中でインフラとして需要が爆発しているのは確かで、前年同期比 120% 増の売上20億ドル超えを達成していますよ。いやはや、完全に勘違いしていました。お恥ずかしい。よくあることです。しかし前年比で売上が2倍以上、一気に20億ドルって桁違いのペースですよね。凄まじい成長速度です。ただ、急成長している新興企業なら他にもあるじゃないですか。なぜこの決算が AI インフラ市場全体の評価を変えるほど重要だと言えるんでしょうか？最大の理由はですね、彼らが AI インフラ企業として初めて投資的確級のローンを阻したことなんです。投資適格級のローン。はい。これが市場の見方が根本から変わった構造的転換点を示しています。つまり、格付け機関とかメガバンクから超有料で安全なお客さんとして太鼓判を押されて、低い金利で巨額な借金ができるようになったってことですよね。その見立ての通りです。本質は AI 事業に対する評価のパラダイムシフトにあるんです。パラダイムシフト？これまで GPU クラウド事業っていつ AI ブームが去って需要が消えるかわからない高リスクな新興の設備投資ビジネスとみなされていました。確かに、ブームが去ったらただの巨大な箱になっちゃうリスクはありますよね。そうなんです。しかし今回金融市場はこれを水道や電気のように安定したキャッシュフローを生み出し続ける社会インフラとして認定したわけです。なるほどですね。資金調達のコストが圧倒的に下がるから、事業の持続可能性が確固たるものになったと。はい。高リスクなベンチャー事業から社会インフラへの昇格です。いやー、目に見えないところでデータセンターが次々と立ち上がって、現代の変電所みたいな役割を果たしているわけですね。まさに現代のインフラです。でも、売上20億ドルという数字もすごいですが、彼らが社会インフラとして認定されるに至った最大の理由は別の数字にある気がするんですよ。どこに注目されましたか？この受注残高の項目なんですけど、これ、桁がおかしくないですか？将来の売上の確約となる受注残高ですね。これがなんと994億ドルに達しています。994億ドル。しかもわずか3ヶ月の間に約326億ドルも上積みされました。994億ドルって、日本円にして約15兆円ですよね。ちょっと待ってくださいよ。はい。15兆円って私の家計簿の雑費額、一体何ヶ月分ですかって話で、ゼロが多すぎて計算するのも嫌になります。規模が大きすぎて想像を超えますね。本当ですよ。たった3ヶ月で5兆円近く増えるってどういう魔法を使ったんですか？でも注目すべきはこの中身で、AI が勉強する訓練フェーズから働いて稼ぐ推論フェーズへと実需がシフトしている明確な証拠なんですよ。勉強から働いて稼ぐへのシフト。はい。もう少し具体的にそれがどうインフラの需要に直結しているのか教えてもらえますか？ AI のライフサイクルは大きく2つに分かれるんです。一つは膨大なデータを読み込ませてアルゴリズムを構築する訓練。AI に学習させる段階ですね。そうです。そしてもう一つは完成したモデルを使ってユーザーの問いに答えたりシステムを動かしたりする推論です。つまり実際のお仕事をする段階。はい。これまではテック企業がこぞって基盤モデルを開発するための訓練用インフラに需要が集中していました。まだ研究室の中で頑張って勉強していた時期ですね。しかし現在、コアウィーブの演算リソースの 50% 以上がすでに推論に使われていると経営陣は語っています。これってつまり何年もかけて莫大な資金を投じて巨大な自動化工場を建設していた訓練の時代から、はい。ついに工場のベルトコンベヤーのスイッチを入れて24時間体制で製品を顧客に出荷し続ける推論の時代に入ったっていうことですね。非常に的確なメタファーです。工場を作るためだけの投資ではなく、
工場を実際に稼働させて利益を上げる段階に社会全体が移行したんです。だからこそ実需が爆発していると。そうです。顧客層も一気に多様化しています。巨大テック企業だけじゃないってことですか？ええ。例えば、金融市場で超低遅延の取引を行うジェーンストリートや、物理世界の精緻なシミュレーションを行うワールドラブズなどですね。へえ、金融とか物理とかいろんな分野に広がってるんですね。はい。AI を事業のエンジンとして使って稼ぐ企業群がインフラを大量に予約し始めています。社会のあらゆるシステムに AI が組み込まれ、実務を回し始めている証拠です。実需の裾野が広がっているメカニズムはよくわかりました。はい。ただ、この15兆円の受注残高についてどうしても引っかかる点があるんですよ。何でしょうか？資料によれば、最大顧客1社で売上の 45%、上位2社で 65% を占めているとありますよね。ええ、記載されていますね。これってフリーランスが一人の太客に収入の半分以上を依存しているのと同じ状態じゃないですか。鋭いご指摘です。もしその太客が自社でデータセンター建てるからもう君のところは使わないよなんて言い出したら、15兆円の前提が一瞬で崩れ去りませんか？まさにそこがあなたが注目すべき最大のリスク要因の一つです。やっぱりそうですか。受注の量は凄まじいですが、顧客の分散という点では極めて脆弱な構造を抱えています。巨大な成長の裏には、こうした特定のメガクライアントへの極端な依存というリスクが存在していることを冷静に見極める必要がありますね。15兆円という莫大な受注残高を抱えて AI を稼働させる実需も爆発している。ここまではものすごく順風満帆な企業に見えます。ええ。でもこの四半期の損益計算書を見ると大きな矛盾にぶつかるんですよ。足元の利益率が恐ろしいほど悪化していますよね。はい。数字に上記事に現れています。ギャップベースの営業利益率はマイナス 7%。調整後営業利益率でもわずか 1% しかありません。そうですね。一方で、設備投資、いわゆる CAPEX は前年比でプラス 446%、なんと77億ドルに跳ね上がっています。なぜこんなに儲かっていないように見えるんでしょうか？経営陣はこれをビジネスモデルの欠陥ではなく、タイミングの問題だと説明しています。ああ、なるほど。副業の Uber Eats を始めるために先に超高級な電動自転車を借金して買っちゃって、今はカツカツな状態ですね。状況は近いですが少し極端ですね。自転車操業的な感じじゃないんですか？でも、既存契約の利益率は 20% 台半ばを維持していて、新規データセンターの初期コストが今期に集中したという構造的な理由があるんです。構造的な理由。はい。つまり、今稼働しているサービス自体はしっかり利益を生んでいるけれど、急激に事業を拡大するための初期費用が今の利益を完全に食い潰している状態ってことですか？その理解で間違いありません。GPU クラウドのインフラ構築には想像を絶する先行投資が必要なんです。例えばどんなコストがかかるんですか？広大な土地を確保し、メガワット級の電力を引き込み、冷却設備を整え、何万個という最先端の NVIDIA 製 GPU を調達する。うわー、聞くだけで目が回りそうな金額ですね。はい。この数千億円規模のコストが、サービス提供のずっと前に一括で計上されます。でも、そこから売り上げが入ってくるのは先の話ですよね。ええ。投資から生み出される売り上げが入ってくるのは、データセンターが完成し、顧客が実際にシステムを稼働させてからになります。出ていくお金の波が先に来て、入ってくるお金の波はずっと後から来る。だから、急成長すればするほど足元の利益率が沈み込む J カーブみたいな状態になっているんですね。ええ。まさに J カーブ効果です。そして重要なのは、この77億ドルの設備投資が、闇雲な剥奪ではないということです。と言いますと？同時に計上された326億ドルの新規受注残高が、その投資に対する強力な担保となっています。ここでさっきの受注残高が効いてくるわけですね。その通りです。将来必ず入ってくる売上の確約があるからこそ、金融機関も投資的確級のローンを提供し、会社は強気で先行投資へと踏み込めるんです。なるほど。すべては緻密な計算の上で起きているキャッシュフローのタイムラグなんですね。ええ。利益率 1% の裏にはそういうロジックがあります。よくわかりました。ただ、経営陣がこの状況をどう捉えているか、彼らの発した言葉の変化から本音が透けて見える気がするんですよ。おお、いいところをつきますね。今回、決算資料の中で今期初めて強調されたキーワードがありましたよね。
脱出速度。対、エスケープベロシティですね。本来は宇宙工学の用語で、ロケットが天体の重力を振り切って宇宙空間へ飛び出すために必要な速度を指す言葉です。脱出速度。つまりついに CEO が利益率 1% の苦しい会社から逃げ出す準備を始めたんですね。沈みゆく船からパラシュートで脱出だ。全くの逆方向の解釈になりますよ。沈没船からの脱出じゃないんですか？でも、上司の言葉に翻訳すると、もう投資フェーズは終わり、これからは勝手に利益が出る状態になるぞ、という強い自信の表れと読めます。沈む船からの脱出どころか、重力を振り切って大危険を突破するロケットだったんですね。そういうことです。でも、どうして今このタイミングでそんな自信満々な言葉が出てきたんでしょうか？インフラビジネス特有の規模の経済が働き始める転換点に達したと経営陣が判断したからです。規模の経済ですか？莫大な固定費を賄うだけのインフラ規模が構築されれば、あとは稼働率が上がるにつれて自走的に利益率が改善していく。その軌道に乗ったという宣言です。まさにロケットが軌道に乗るように。実際、経営陣の言葉のトーンは前期と今期で明確に変わっています。前期まではいかに早く契約を獲得するかという営業フェーズの言葉が目立ちました。注文を取るのに必死だったわけですね。はい。しかし今期は推論は収益化そのものだと断言し、フェーズが受注獲得から執行へ完全に移行したことをアピールしています。注文を取る段階から注文をさばいて利益に変える段階へ移ったと。でも、そんなに強気な主張を市場はそのまま信じているんですか？アナリストからの Q&A セッションを見ると、かなり鋭いツッコミが飛び交っていたようでしたが。客観的に見て、あなたが留意すべき矛盾や不透明な点が3つ浮き彫りになっています。3つですか？教えてください。まず1つ目は、コストの問題です。経営陣はインフラ構築にかかるコストは全て顧客への価格に転嫁できていると主張しました。しかし、同時に提出された公式な開示書類には、部材コストや電力コストの高騰リスクが明記されています。言っていることと書類の小さな文字で書かれている逃げ道が違うわけですね。狂気な発言と書類上のリスク表記の間に乖離がある点は注意が必要です。2つ目は何ですか？ 2つ目は、先ほどあなたも懸念された最大顧客への依存度です。例の2客問題。依然として具体的な顧客名や契約の詳細は明かされておらず、もしこの最大顧客が戦略を変更した場合の影響度が完全にブラックボックスになっています。それはちょっと怖いですね。そして3つ目は？ 3つ目は、演算リソースの 50% 以上が推論に使われているという主張の定義です。定義ですか？はい。これが売上金額ベースで 50% なのか、単に稼働しているサーバーの台数ベースなのか、明確な定義が示されませんでした。なるほど。表面上は脱出速度に達したと自信満々に見えても、その数字の定義や背後にあるリスク要因にはまだ検証すべき余白がたっぷり残されているということですね。その通りです。では、こうした不透明な部分も踏まえて、リスナーであるあなたが次の第2四半期決算に向けてどこに注目して検証すべきかポイントを整理していきましょうか。はい。先ほどの話だと、莫大な設備投資の回収がもし遅れた場合、利益率が回復するのもそのまま後ろ倒しになるという、かなり非対照的なリスクを抱えてますよね。そうです。受注したものをスケジュール通りに執行し、売上として計上できるかどうかが最大の焦点になります。なんかそれ、親に来年絶対ハワイ連れて行くからって豪語してクレジットカードで高いスーツを買ったのに、会社のボーナス支給が遅れて、やっぱ近所の温泉にしてくれないって言い訳する我が家と完全に同期してますね。ほう。収入のタイミングがずれた瞬間に計画が全部来る不確実性ですよ。それは単なる見通しの甘さですよ。ちょっと耳が痛いですね。でも天気予報に例えるなら今は一時的な投資の雨ですが、第2四半期には調整後営業利益9000万ドル超えという晴れ間が見えるかもしれません。9000万ドル。今の 1% の利益率から考えると大きなジャンプですが、それは経営陣自らが出したガイダンスの上限値ですよね。はい。もし次期でこの9000万ドルという数字をクリアできれば、経営陣が主張する脱出速度や利益率の急反転が本物であったと証明されます。それが第一の重要な検証ポイントですね。そして第2のポイントは、技術の進化に伴う追加投資のタイミングです。追加投資。2026年後半には NVIDIA の次世代 AI プラットフォーム Rubin の展開が控えています。この新しいインフラへの先行投資が第2四半期のコストにどれだけ前倒しで食い込んでくるか。つまり
今の投資を回収して利益が出そうになっても、また次の最新 GPU を買うための莫大な投資が追いかけてくる。利益が出るたびに次の機材を買わされる終わりのないいたちごっこになるリスクがないかを見るわけですね。まさにその通りです。そして第3のポイントは、受注残高の消化スピードです。消化スピード。はい。現在、994億ドルの受注残高のうち、今後24ヶ月以内に売上として計上される比率は 36% と発表されています。はいはい。次期の決算で、この 36% という比率が上昇するかどうかに注目してください。上昇すればどうなるんですか？もし上昇すれば、直近の収益の予見可能性が高まります。単なるプロジェクト型から安定して継続的に収益を上げるストック型のビジネスへと転換が順調に進んでいると判断できます。いやー、今日は脱出速度だの J カーブ効果だのいろいろと高度な専門用語が出てきましたが、結局のところ今回の決算が示している状況ってこういうことですよね。どういうことでしょう？つまりコアウィーブは15兆円ものチャーハンの注文を抱えて借金しながら厨房を限界まで拡張している最中の超巨大な中中華ってことですね。中中華ですか？はい。これから何年もかけてひたすらチャーハン、つまり推論を作りまくるフェーズに入ったんだと。スケールが違いすぎて混乱します。フライパンフルで完全にちぎれちゃいますからね。でも15兆円をこなすには中中華の店主が1秒に100杯作る計算になり、投資の世界でも数字の裏にある実行力が真に問われます。1秒に100杯のチャーハン。でも冗談抜きで本当にそういうことですよね。はい。15兆円の注文、つまり受注残高があることと、それを実際に厨房で作って冷めないうちに顧客に提供し、代金を回収できるかどうかは全く別の問題ですから。その視点こそが重要です。今回の深掘りがあなたに教えてくれる最も価値ある教訓は、目先の表面的な利益率の低下に惑わされず、その裏で起きている構造転換のタイミングを見極めることです。構造転換のタイミング。足元のコスト増の裏で AI の実需が推論という稼働フェーズへ確実に広がっていること。そしてインフラが自走化へ向けた脱出速度に達しようとしていること。なるほど。この両面を冷静に検証する視点が求められています。今日は AI インフラのど真ん中で起きている地殻変動が手に取るより分かりました。 AI が研究室の中での訓練から実社会で価値を生み出す推論のフェーズへと本格的に移行した今、あなたに一つ考えていただきたいことがあります。リスナーの皆さんにですね。はい。これまでの伝統的な産業の中で、次に AI によって急激なインフラ化や再定義を告げるのはどの分野だと思いますか？それは面白い問いですね。はい。ぜひあなた自身のビジネスや生活に照らし合わせて思考を巡らせてみてください。最後に大事なお知らせです。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。